皆さんこんにちは。金子です。今日は先週のことをお話しします。月曜日。朝はだいたい8時頃に起きました。目覚まし時計は使いませんでした。自然に目が覚めました。カーテンを開けて外を見ました。晴れの日はとても気持ちが良かったです。時々鳥の声も聞こえました。その後、顔を洗って歯を磨きました。鏡を見ながら髪を溶かしました。朝の準備が終わったら朝ごはんを食べました。パンと卵とミルクが多かったです。お腹が空いていた日はおにぎりを作って食べることもありました。朝ごはんの後は部屋の掃除をしました。ベッドを整えたり、ほこりを拭いたり、掃除機をかけたりしました。きれいな部屋は気持ちが良かったです。その後、洗濯をしてベランダに干しました。午前10時頃に少し休憩をしました。テレビを見たり、好きな音楽を聴いたりしました。時々、お母さんと一緒にスーパーへ行きました。買い物も楽しかったです。野菜や肉、果物を買いました。昼ご飯は一人で食べることが多かったです。簡単なものを作りました。例えば、うどん、ラーメン、チャーハンなどです。最近は野菜のスープを作るのが好きでした。体にいいし、温かくて美味しかったです。午後は本を読んだり、日記を書いたりしました。本は優しい日本語の小説を読みました。時々日本のアニメも見ました。キャラクターが可愛くて見ているとワクワクしました。3時頃におやつを食べました。クッキーやケーキ、まんじゅうなど甘いものが好きでした。お茶を飲みながらゆっくり休みました。夕方、外が暗くなる前に少し散歩をしました。近くの公園まで歩いて行きました。花を見ながら歩くと気分が良くなりました。家に帰ったらシャワーを浴びました。髪を洗って体をきれいにしてさっぱりしました。それからパジャマに着替えて夜ご飯の準備を手伝いました。晩ご飯は午後6時半頃でした。
家族と一緒に食べました。今日のことを話しながら食べるのは楽しかったです。メニューは日によって違いましたが、ご飯と魚、味噌汁がよく出ました。食後はお皿を洗ったり、テーブルを拭いたりしました。家族とテレビを見たり、おしゃべりをしたりして、ゆっくり過ごしました。夜はスマホを少しだけ見ました。友達の SNS を見たり、ニュースを読んだりしました。でも、夜遅くまで見ないようにしていました。10時頃にお茶を飲んでベッドに入りました。優しい音楽を聴きながら目を閉じてゆっくり眠りました。毎日同じことが多かったですが、家で過ごす時間が好きでした。静かで心が落ち着きました。これが私の月曜日の一日でした。火曜日。火曜日も私は家で過ごします。でも月曜日とは少し違う過ごし方をします。火曜日はのんびりとした気分になります。朝は午前7時半に起きました。今日は少し早く目が覚めました。外を見ると雨が降っていました。静かな雨の音が聞こえてとても落ち着きます。顔を洗って歯を磨いて髪を溶かします。朝ごはんは温かいご飯と味噌汁を食べました。雨の日は温かいものが美味しいです。お母さんが作った卵焼きも食べました。とても美味しかったです。食後は部屋の掃除をしました。雨の日なのでベランダには出ませんでした。代わりにクローゼットの中を片付けました。いらない服をまとめて紙袋に入れました。午前10時ごろ少しテレビを見ました。ニュースを見て今日の天気や話題を知りました。その後、ゆっくり本を読みました。今日読んだのは子供向けの日本語の小説です。漢字が少なくて読みやすかったです。昼ご飯は家にある食材でパスタを作りました。トマトソースにチーズを乗せて簡単ですが美味しくできました。一人で音楽を聴きながら食べるのも悪くないと思います。午後は雨が降っていたので外に出ませんでした。
代わりにスマホで写真を見たり、アプリでイラストを描いたりしました。お絵かきアプリは楽しくて時間がすぐに過ぎます。3時ごろ、温かいお茶とビスケットを食べました。小さいテーブルの上におやつを並べてカフェのような気分になりました。雨の日のおやつはなんだか特別です。夕方、少し体を動かすためにヨガをしました。インターネットの動画を見ながらゆっくり体を伸ばします。体が軽くなって気持ちもすっきりしました。夜ご飯はカレーライスでした。昨日の夜、お母さんがたくさん作っておいたので、今日は温めるだけでした。カレーの中には、人参、じゃがいも、玉ねぎ、肉が入っていて、優しい味でした。ご飯の後、家族とドラマを見ました。今見ているのは、家族の話のドラマです。優しくて温かい話が好きです。夜は日記を書いて明日の天気をスマホで調べました。雨は夜までで、明日は晴れるそうです。嬉しい気持ちで10時に寝ました。火曜日は雨の日でも静かで楽しい一日でした。水曜日。今日は朝からいい天気で気持ちの良い一日でした。青い空と明るい日差しを見ると元気が出ます。朝は午前8時ごろに起きました。カーテンを開けて日光を浴びながら大きく伸びをしました。その後、いつも通り顔を洗って歯を磨き、髪を溶かしました。朝ごはんはトーストとゆで卵とホットミルクです。トーストにはバターを塗って少しだけ蜂蜜もかけました。甘くてとても美味しかったです。ご飯の後、洗濯をしました。今日は天気がいいので、シーツやタオルも洗いました。ベランダに出て全部きれいに干しました。風が気持ちよくて思わず少し外で立ち止まってしまいました。午前中はお母さんと一緒に近くのスーパーへ行きました。毎週水曜日は特売の日でいろいろなものが安くなります。野菜、果物、肉、パンなどたくさん買いました。買い物の後、スーパーの前でソフトクリームを食べました。
家に帰ったら、買ったものを冷蔵庫に入れて、お昼の準備をしました。今日の昼ご飯は焼きそばでした。キャベツ、人参、もやし、そして豚肉を入れてフライパンで炒めました。自分で作った焼きそばはやっぱり美味しいです。午後は少しだけ昼寝をしました。お腹がいっぱいになってポカポカしていたので眠くなりました。ソファに座ったまま少しうとうとしました。目が覚めた後はノートに英語の言葉をまとめました。新しい言葉をノートに書いて後で何回も見ます。こうすると覚えやすくなります。3時半ごろおやつにバナナとクラッカーを食べました。お茶を入れて静かな音楽を聴きながらゆっくり過ごしました。その後、少しストレッチをして YouTube で動画を見ました。動画の中の人が旅行に行く話をしていて、私もいつか行きたいと思いました。京都や北海道に行ってみたいです。夜ご飯は酒の塩焼きとご飯、味噌汁、漬物でした。お母さんの作る酒はいつもふっくらしていて美味しいです。家族で食べるご飯は静かで温かい時間です。ご飯の後、食器を洗って部屋を少し片付けました。その後、日記を書いて明日やりたいことをメモしました。夜は10時に寝ました。水曜日は買い物や料理をしたり、昼寝をしたりして、心と体がリラックスした日でした。木曜日、少し疲れていたので、朝はゆっくり起きました。午前9時ごろ、目が覚めて、ベッドの中でしばらくゴロゴロしていました。外は曇り空でしたが、雨は降っていませんでした。顔を洗って歯を磨いた後、朝ご飯を作りました。今日の朝ご飯は白いご飯と卵焼き、海苔、そしてお茶でした。とても美味しかったです。朝ご飯の後、しばらくぼんやりしてから手紙を書くことにしました。私は時々友達に手紙を書きます。スマホのメッセージもいいですが、字を書くと気持ちがよく伝わる気がします。今日は遠くに住んでいる中学校の時の友達に書きました。
手紙を書いた後、ポストまで歩いて行って出しました。ちょっとした散歩になって気分もすっきりしました。帰りに小さな花屋の前を通りました。かわいいひまわりが並んでいて、思わず見とれてしまいました。昼ご飯は冷蔵庫にあった材料でおにぎりを作りました。梅と鮭の2つです。お茶碗にご飯を入れて手で握るとき、まだ温かくて気持ちが優しくなります。午後はピアノの練習をしました。私は子供の頃少しだけピアノを習っていました。今も時々家にあるピアノで優しい曲を弾きます。その後は本棚を片付けました。本がたくさんあって少しほこりが溜まっていたので拭いてきれいにしました。古い漫画も出てきてつい読んでしまいました。時間が過ぎるのが早かったです。3時のおやつはホットケーキを作りました。ホットケーキミックスを使ってフライパンで焼きました。うまくできて上に蜂蜜をかけて食べました。とてもふわふわで幸せな気持ちになりました。夕方は少しストレッチをして体を伸ばしました。体を動かすと心も元気になります。その後、夕ご飯の準備を手伝いました。今日は親子丼でした。鶏肉と卵のバランスが良くて何回食べても飽きません。夜はテレビでバラエティ番組を見ました。いろいろな人が出ていて笑ってしまいました。その後、お風呂に入って体を温めてパジャマに着替えました。ベッドに入る前に少しだけ日記を書いて明日のやることを考えました。木曜日はゆっくり過ごして自分の時間を大切にできた日でした。金曜日。1週間の終わりが近づいてきて少し気持ちがゆったりします。天気は晴れ、時々曇り。とても過ごしやすい一日でした。朝は午前8時過ぎに起きました。カーテンを開けると外に光が入ってきて気持ちのいい朝でした。顔を洗って髪を溶かしてパジャマから普段の服に着替えました。朝ごはんはトーストとバナナとコーヒーです。いつもはミルクを飲みますが、今日は気分を変えてコーヒーにしました。
苦いけど、いい香りがして、大人になった気分でした。朝ごはんの後、少し部屋の掃除をしました。床を掃いてテーブルの上を拭きました。小さなことですが、部屋がきれいになると心も嬉しくなります。午前10時頃からスマホで動画を見ました。今日はパンを作る動画を見て、とても美味しそうだと思いました。いつか私も作ってみたいです。お昼は昨日の夜ご飯の残りで親子丼を食べました。温めるだけでいいので簡単です。卵がふわふわで美味しかったです。午後は少しだけ日本語の勉強をしました。新しい漢字を5つ覚えてノートに書きました。使い方や読み方を間違えないように何回も書いて声に出しました。午後2時半ごろ、コップにジュースを入れてベランダに出ました。今日は風が涼しくて気持ちよかったです。空を眺めたり、小鳥の声を聞いたりしてゆっくりしました。3時のおやつはプリンでした。スーパーで買っておいたものですが、冷たくて滑らかでとても美味しかったです。甘いものを食べると幸せな気分になります。夕方は週に1回の服の洗濯をしました。お気に入りのシャツやスカートも洗って外に干しました。きれいな服が風に揺れるのを見るのが好きです。夜ご飯は野菜たっぷりのスープとパンでした。今日のスープには玉ねぎ、人参、キャベツ、じゃがいもが入っていました。お母さんと一緒に作って温かい時間になりました。ご飯の後、テレビを見てお風呂に入ってゆっくり過ごしました。金曜日の夜はもうすぐ週末だと思うと心が楽になります。ベッドに入る前に少しだけ好きな音楽を聴いてのんびりと日記を書きました。金曜日は1週間の疲れを癒す大切な日だと思います。土曜日。土曜日は平日よりゆったりと過ごす日です。朝はいつもより少し遅く午前9時頃に起きました。カーテンを開けると青い空と柔らかな光が部屋に入ってきて気持ちが明るくなります。まず顔を洗い、歯を磨いて簡単なストレッチをして体をほぐしました。
朝ごはんは手作りのおにぎりと温かい味噌汁でした。おにぎりは普通のしょっぱい味ですが、今日は中にツナと梅干しを入れて少し変わった味を楽しみました。朝ごはんの後、部屋の片付けや洗濯、床のほうきをかけるなど家事をしました。土曜日は家の中がすっかりきれいになるよう、普段よりも時間をかけます。窓を開けて外の風を感じながら掃除をすると心もすっきりします。午前11時ごろ、パソコンで今日の予定を確認し、友達と連絡を取りました。電話で少し話して近いうちにオンラインで一緒に映画を見る約束をしました。友達との会話は週末の楽しみの一つです。昼ご飯は自分で作ったカレーライスでした。たっぷりの野菜とお肉が入っており、煮込んだルーがよく合います。鍋を使ってコトコトと時間をかける料理は土曜日ならではの贅沢なひとときです。午後は自分の好きなことに時間を使いました。まず、部屋の一角にある読書コーナーで新しい小説を読みました。ページをめくりながら、時折窓の外を眺めると、季節の移り変わりが感じられ、心が和みます。その後、スマホでいくつかの動画を見たり、イラストを描いたりして、クリエイティブな時間を楽しみました。夕方、友達とオンラインで映画を見るためにパソコンの前に座りました。映画はゆったりしたドラマで笑いあり、感動ありの作品でした。友達とチャットで感想を交換しながら映画の世界に浸りました。夜ご飯は母が用意してくれたご飯と焼き魚、野菜の煮物でした。家族と一緒に食卓を囲むと優しい会話が弾み、週末の疲れもどこへやらです。食後は皿を洗い、キッチンを片付けました。就寝前、日記に今日の出来事や感じたことを書き留めました。土曜日は家族や友達とのつながり、自分の趣味にゆっくりと時間を使える大切な一日です。心も体も満たされ、次の一週間に向けて新たなエネルギーを貯める日でした。日曜日。日曜日は一番のんびりできる日です。目覚ましをかけずに寝て、午前9時半ごろに自然に目が覚めました。
カーテンを開けると、外は晴れていて、光が眩しく、気持ちが良かったです。朝ごはんは、トーストとゆで卵、そして温かい紅茶をゆっくりと飲みました。テレビをつけて日曜のニュース番組を見ながら今日の天気と出来事をチェックしました。朝ごはんの後、少し日曜日の掃除をしました。いつもよりゆっくりペースで音楽を聴きながら埃を払ったり、棚の上を拭いたりしました。時間を気にしないで家事ができるのは日曜日ならではです。午前11時ごろ、家の近くを少し散歩しました。花が咲いていて、風が優しく吹いていました。公園のベンチに座って少しだけ空を見たり、人の流れを眺めたりしました。静かで心が落ち着く時間でした。昼ごはんは母と一緒にスパゲッティを作りました。トマトソースにチーズをかけてシンプルだけどとても美味しかったです。母と料理をするのも日曜日の楽しみの一つです。午後は自分のアルバムを見ながら子供の頃の写真を眺めました。3時にはおやつにドーナツとミルクティーを楽しみました。甘いものを食べながら好きな音楽を聴いてのんびりしました。時間がゆっくり流れてとても優しい午後になりました。夕方は明日のために少しだけ予定をノートに書きました。夜ご飯はオムライスとサラダでした。ケチャップで名前を書いてくれて思わず笑ってしまいました。家族みんなで美味しいねと言いながら食べる時間は毎日の幸せだと思います。夜は入浴して体を温めてからベッドに入りました。布団の中で今日一日のことを思い出しながら優しい気持ちで午後10時ごろ眠りました。皆さんこんにちは。金子です。今日は先週のことをお話しします。月曜日。朝はだいたい8時ごろに起きました。目覚まし時計は使いませんでした。自然に目が覚めました。カーテンを開けて外を見ました。晴れの日はとても気持ちが良かったです。時々鳥の声も聞こえました。その後、顔を洗って歯を磨きました。鏡を見ながら髪を溶かしました。
朝の準備が終わったら、朝ごはんを食べました。パンと卵とミルクが多かったです。お腹が空いていた日は、おにぎりを作って食べることもありました。朝ごはんの後は部屋の掃除をしました。ベッドを整えたり、ほこりを拭いたり、掃除機をかけたりしました。きれいな部屋は気持ちが良かったです。その後、洗濯をしてベランダに干しました。午前10時頃に少し休憩をしました。テレビを見たり、好きな音楽を聴いたりしました。時々、お母さんと一緒にスーパーへ行きました。買い物も楽しかったです。野菜や肉、果物を買いました。昼ごはんは一人で食べることが多かったです。簡単なものを作りました。例えば、うどん、ラーメン、チャーハンなどです。最近は野菜のスープを作るのが好きでした。体にいいし、温かくて美味しかったです。午後は本を読んだり、日記を書いたりしました。本は優しい日本語の小説を読みました。時々日本のアニメも見ました。キャラクターが可愛くて見ているとワクワクしました。3時頃におやつを食べました。クッキーやケーキ、まんじゅうなど甘いものが好きでした。お茶を飲みながらゆっくり休みました。夕方、外が暗くなる前に少し散歩をしました。近くの公園まで歩いて行きました。花を見ながら歩くと気分が良くなりました。家に帰ったらシャワーを浴びました。髪を洗って体をきれいにしてさっぱりしました。それからパジャマに着替えて夜ご飯の準備を手伝いました。晩ご飯は午後6時半頃でした。家族と一緒に食べました。今日のことを話しながら食べるのは楽しかったです。メニューは日によって違いましたが、ご飯と魚、味噌汁がよく出ました。食後はお皿を洗ったり、テーブルを拭いたりしました。家族とテレビを見たり、おしゃべりをしたりして、ゆっくり過ごしました。夜はスマホを少しだけ見ました。友達の SNS を見たり、ニュースを読んだりしました。でも夜遅くまで
見ないようにしていました。10時ごろにお茶を飲んでベッドに入りました。優しい音楽を聴きながら目を閉じてゆっくり眠りました。毎日同じことが多かったですが、家で過ごす時間が好きでした。静かで心が落ち着きました。これが私の月曜日の一日でした。火曜日。火曜日も私は家で過ごします。でも月曜日とは少し違う過ごし方をします。火曜日はのんびりとした気分になります。朝は午前7時半に起きました。今日は少し早く目が覚めました。外を見ると雨が降っていました。静かな雨の音が聞こえてとても落ち着きます。顔を洗って歯を磨いて髪を溶かします。朝ごはんは温かいご飯と味噌汁を食べました。雨の日は温かいものが美味しいです。お母さんが作った卵焼きも食べました。とても美味しかったです。食後は部屋の掃除をしました。雨の日なのでベランダには出ませんでした。代わりにクローゼットの中を片付けました。いらない服をまとめて紙袋に入れました。午前10時ごろ少しテレビを見ました。ニュースを見て今日の天気や話題を知りました。その後、ゆっくり本を読みました。今日読んだのは子供向けの日本語の小説です。漢字が少なくて読みやすかったです。昼ごはんは家にある食材でパスタを作りました。トマトソースにチーズを乗せて簡単ですが美味しくできました。一人で音楽を聴きながら食べるのも悪くないと思います。午後は雨が降っていたので外に出ませんでした。代わりにスマホで写真を見たり、アプリでイラストを描いたりしました。お絵描きアプリは楽しくて時間がすぐに過ぎます。3時ごろ、温かいお茶とビスケットを食べました。小さいテーブルの上におやつを並べてカフェのような気分になりました。雨の日のおやつはなんだか特別です。夕方、少し体を動かすためにヨガをしました。インターネットの動画を見ながらゆっくり体を伸ばします。
体が軽くなって気持ちもすっきりしました。夜ご飯はカレーライスでした。昨日の夜、お母さんがたくさん作っておいたので、今日は温めるだけでした。カレーの中には、人参、じゃがいも、玉ねぎ、肉が入っていて、優しい味でした。ご飯の後、家族とドラマを見ました。今見ているのは、家族の話のドラマです。優しくて温かい話が好きです。夜は日記を書いて明日の天気をスマホで調べました。雨は夜までで、明日は晴れるそうです。嬉しい気持ちで10時に寝ました。火曜日は雨の日でも静かで楽しい一日でした。水曜日。今日は朝からいい天気で気持ちの良い一日でした。青い空と明るい日差しを見ると元気が出ます。朝は午前8時ごろに起きました。カーテンを開けて日光を浴びながら大きく伸びをしました。その後、いつも通り顔を洗って歯を磨き、髪を溶かしました。朝ごはんはトーストとゆで卵とホットミルクです。トーストにはバターを塗って少しだけ蜂蜜もかけました。甘くてとても美味しかったです。ご飯の後、洗濯をしました。今日は天気がいいので、シーツやタオルも洗いました。ベランダに出て全部きれいに干しました。風が気持ちよくて思わず少し外で立ち止まってしまいました。午前中はお母さんと一緒に近くのスーパーへ行きました。毎週水曜日は特売の日でいろいろなものが安くなります。野菜、果物、肉、パンなどたくさん買いました。買い物の後、スーパーの前でソフトクリームを食べました。家に帰ったら、買ったものを冷蔵庫に入れてお昼の準備をしました。今日の昼ご飯は焼きそばでした。キャベツ、人参、もやし、そして豚肉を入れてフライパンで炒めました。自分で作った焼きそばはやっぱり美味しいです。午後は少しだけ昼寝をしました。お腹がいっぱいになってポカポカしていたので眠くなりました。ソファに座ったまま少しうとうとしました。目が覚めた後はノートに英語の言葉をまとめました。
新しい言葉をノートに書いて、後で何回も見ます。こうすると覚えやすくなります。3時半ごろ、おやつにバナナとクラッカーを食べました。お茶を入れて、静かな音楽を聴きながら、ゆっくり過ごしました。その後、少しストレッチをして、YouTube で動画を見ました。動画の中の人が旅行に行く話をしていて、私もいつか行きたいと思いました。京都や北海道に行ってみたいです。夜ご飯は酒の塩焼きとご飯、味噌汁、漬物でした。お母さんの作る酒はいつもふっくらしていて美味しいです。家族で食べるご飯は静かで温かい時間です。ご飯の後、食器を洗って部屋を少し片付けました。その後、日記を書いて明日やりたいことをメモしました。夜は10時に寝ました。水曜日は買い物や料理をしたり、昼寝をしたりして、心と体がリラックスした日でした。木曜日、少し疲れていたので、朝はゆっくり起きました。午前9時ごろ、目が覚めて、ベッドの中でしばらくゴロゴロしていました。外は曇り空でしたが、雨は降っていませんでした。顔を洗って歯を磨いた後、朝ご飯を作りました。今日の朝ご飯は白いご飯と卵焼き、海苔、そしてお茶でした。とても美味しかったです。朝ご飯の後、しばらくぼんやりしてから手紙を書くことにしました。私は時々友達に手紙を書きます。スマホのメッセージもいいですが、字を書くと気持ちがよく伝わる気がします。今日は遠くに住んでいる中学校の時の友達に書きました。手紙を書いた後、ポストまで歩いて行って出しました。ちょっとした散歩になって気分もすっきりしました。帰りに小さな花屋の前を通りました。かわいいひまわりが並んでいて、思わず見とれてしまいました。昼ご飯は冷蔵庫にあった材料でおにぎりを作りました。梅と鮭の2つです。お茶碗にご飯を入れて手で握るとき、まだ温かくて気持ちが優しくなります。午後はピアノの練習をしました。私は子供の頃
少しだけピアノを習っていました。今も時々家にあるピアノで優しい曲を弾きます。その後は本棚を片付けました。本がたくさんあって少しほこりが溜まっていたので拭いてきれいにしました。古い漫画も出てきてつい読んでしまいました。時間が過ぎるのが早かったです。3時のおやつはホットケーキを作りました。ホットケーキミックスを使ってフライパンで焼きました。うまくできて上に蜂蜜をかけて食べました。とてもふわふわで幸せな気持ちになりました。夕方は少しストレッチをして体を伸ばしました。体を動かすと心も元気になります。その後、夕ご飯の準備を手伝いました。今日は親子丼でした。鶏肉と卵のバランスが良くて何回食べても飽きません。夜はテレビでバラエティ番組を見ました。いろいろな人が出ていて笑ってしまいました。その後、お風呂に入って体を温めてパジャマに着替えました。ベッドに入る前に少しだけ日記を書いて明日のやることを考えました。木曜日はゆっくり過ごして自分の時間を大切にできた日でした。金曜日。一週間の終わりが近づいてきて少し気持ちがゆったりします。天気は晴れ、時々曇り。とても過ごしやすい一日でした。朝は午前8時過ぎに起きました。カーテンを開けると外に光が入ってきて気持ちのいい朝でした。顔を洗って髪を溶かしてパジャマから普段の服に着替えました。朝ごはんはトーストとバナナとコーヒーです。いつもはミルクを飲みますが、今日は気分を変えてコーヒーにしました。苦いけどいい香りがして大人になった気分でした。朝ごはんの後、少し部屋の掃除をしました。床を掃いてテーブルの上を拭きました。小さなことですが、部屋がきれいになると心も嬉しくなります。午前10時頃からスマホで動画を見ました。今日はパンを作る動画を見て、とても美味しそうだと思いました。いつか私も作ってみたいです。お昼は昨日の夜ご飯の残りで親子丼を食べました。
温めるだけでいいので簡単です。卵がふわふわで美味しかったです。午後は少しだけ日本語の勉強をしました。新しい漢字を5つ覚えてノートに書きました。使い方や読み方を間違えないように何回も書いて声に出しました。午後2時半ごろ、コップにジュースを入れてベランダに出ました。今日は風が涼しくて気持ちよかったです。空を眺めたり、小鳥の声を聞いたりしてゆっくりしました。3時のおやつはプリンでした。スーパーで買っておいたものですが、冷たくて滑らかでとても美味しかったです。甘いものを食べると幸せな気分になります。夕方は週に1回の服の洗濯をしました。お気に入りのシャツやスカートも洗って外に干しました。綺麗な服が風に揺れるのを見るのが好きです。夜ご飯は野菜たっぷりのスープとパンでした。今日のスープには玉ねぎ、人参、キャベツ、じゃがいもが入っていました。お母さんと一緒に作って温かい時間になりました。ご飯の後、テレビを見てお風呂に入ってゆっくり過ごしました。金曜日の夜はもうすぐ週末だと思うと心が楽になります。ベッドに入る前に少しだけ好きな音楽を聴いてのんびりと日記を書きました。金曜日は1週間の疲れを癒す大切な日だと思います。土曜日。土曜日は平日よりゆったりと過ごす日です。朝はいつもより少し遅く午前9時ごろに起きました。カーテンを開けると青い空と柔らかな光が部屋に入ってきて気持ちが明るくなります。まず顔を洗い、歯を磨いて簡単なストレッチをして体をほぐしました。朝ごはんは手作りのおにぎりと温かい味噌汁でした。おにぎりは普通のしょっぱい味ですが、今日は中にツナと梅干しを入れて少し変わった味を楽しみました。朝ごはんの後、部屋の片付けや洗濯、床のほうきをかけるなど家事をしました。土曜日は家の中がすっかりきれいになるよう、普段よりも時間をかけます。窓を開けて外の風を感じながら掃除をすると心もすっきりします。ます。
午前11時ごろ、パソコンで今日の予定を確認し、友達と連絡を取りました。電話で少し話して近いうちにオンラインで一緒に映画を見る約束をしました。友達との会話は週末の楽しみの一つです。昼ご飯は自分で作ったカレーライスでした。たっぷりの野菜とお肉が入っており、煮込んだルーがよく合います。鍋を使ってコトコトと時間をかける料理は土曜日ならではの贅沢なひとときです。午後は自分の好きなことに時間を使いました。まず、部屋の一角にある読書コーナーで新しい小説を読みました。ページをめくりながら、時折窓の外を眺めると、季節の移り変わりが感じられ、心が和みます。その後、スマホでいくつかの動画を見たり、イラストを描いたりして、クリエイティブな時間を楽しみました。夕方、友達とオンラインで映画を見るためにパソコンの前に座りました。映画はゆったりしたドラマで笑いあり、感動ありの作品でした。友達とチャットで感想を交換しながら映画の世界に浸りました。夜ご飯は母が用意してくれたご飯と焼き魚、野菜の煮物でした。家族と一緒に食卓を囲むと優しい会話が弾み、週末の疲れもどこへやらです。食後は皿を洗い、キッチンを片付けました。就寝前、日記に今日の出来事や感じたことを書き留めました。土曜日は家族や友達とのつながり、自分の趣味にゆっくりと時間を使える大切な一日です。心も体も満たされ、次の一週間に向けて新たなエネルギーを貯める日でした。日曜日。日曜日は一番のんびりできる日です。目覚ましをかけずに寝て、午前9時半ごろに自然に目が覚めました。カーテンを開けると、外は晴れていて、光が眩しく、気持ちが良かったです。朝ごはんは、トーストとゆで卵、そして温かい紅茶をゆっくりと飲みました。テレビをつけて、日曜のニュース番組を見ながら、今日の天気と出来事をチェックしました。朝ごはんの後、少し日曜日の掃除をしました。いつもよりゆっくりペースで音楽を聴きながら、ほこりを払ったり、棚の上を拭いたりしました。時間を気にしないで家事ができるのは
日曜日ならではです。午前11時ごろ、家の近くを少し散歩しました。花が咲いていて、風が優しく吹いていました。公園のベンチに座って少しだけ空を見たり、人の流れを眺めたりしました。静かで心が落ち着く時間でした。昼ご飯は母と一緒にスパゲッティを作りました。トマトソースにチーズをかけてシンプルだけどとても美味しかったです。母と料理をするのも日曜日の楽しみの一つです。午後は自分のアルバムを見ながら子供の頃の写真を眺めました。3時にはおやつにドーナツとミルクティーを楽しみました。甘いものを食べながら好きな音楽を聴いてのんびりしました。時間がゆっくり流れてとても優しい午後になりました。夕方は明日のために少しだけ予定をノートに書きました。夜ご飯はオムライスとサラダでした。ケチャップで名前を書いてくれて思わず笑ってしまいました。家族みんなで美味しいねと言いながら食べる時間は毎日の幸せだと思います。夜は入浴して体を温めてからベッドに入りました。布団の中で今日一日のことを思い出しながら優しい気持ちで午後10時ごろ眠りました。